あるすごい、まあ、身長差もね、やっぱり今とはちゃうやろこれはちゃうねちょっとこんにちは、白川龍です。今回はコラボ企画ということで、ジークンドーマスターの石井東吾先生、そして芸人のゆきおさんに、はい、道場に来ていただいて動画を撮影しております。いや、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。マスターじゃないですよね。はい。で、合気道の動画は、はい、ジークンの石井東吾先生の YouTube チャンネル、ワインチャンネルでも合気道編公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください。で、ワインチャンネルでも英語字幕ついてますので、海外の方でも見れますので、ぜひワインチャンネル見てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、いや、だから白川先生のはよく海外の方が見られてるじゃないですか。合気道結構海外に広まってますので、海外の人も合気道から多いですね。そうなんですよ。で、一応平さんっていうのがうちのスタッフ、東郷先生の弟子なんですけれども、で英語字幕つけてるんですけれども、はい、平さん優秀優です秀で英語喋れてつけてるんですけど、今のところは本当に10人ぐらいしかいない海外の人は。これも人数じゃないですけど、コメントも1回ぐらいしかまだないですね。で、もちろんジークンドーを先生も同じ気持ちだと思うので、合気道を広めたい、こっちもジークンドーをいろんな人に見てほしいっていうのなんで、こっちがまだ海外に行ってないので力貸していただきます。ぜひ海外の方も見てください。はい、よろしくお願いします。で、こちらのチャンネルの方では前回のやっちくんチャンネルで、ゆきおさんにミラブラとか技たくさん受けてもらってた。合気道の技って合理的なので、小欲大を制する技があるんですよ。で、今回の道場に企画していただいた、うちの道場に鍛え抜かれた可愛い合気道女子が実はいるので、結構うちのチャンネルでは活躍してて、結構人気がある女子がいるんですか？いるんですね。女性が。それが僕がその子に投げられるみたいなですか？そうです。体重90キロのゆきおさん。93です。93。申し訳ないですけれども、ゆきおさん言ってあげて。いや申し訳ないけど、やっぱ僕達人には投げられてますけれども、女っしょ。言い方。いや、言い方が女って。マジでこういう時代じゃないと思うんですけど、言ったらいけない時代なんですけど、女っしょ。言った。言ってます。だってそれは女子でしょ。実際は難しいと思うんです。小欲大を制すにはより大きな技術が必要ってことなんです。力に対して理論上は簡単なんですが、理論と実践大きく違うので、結構鍛え抜かれた合気道女子でも体重93キロのゆきおさんにかけるには絶対厳しいと思います。それも含めてちょっと視聴者に見ていただきたいな。だって僕サバットの世界チャンピオンともスパーしてますよ。してる女性のね。とやっぱウェーブとかで鍛え始めてて、あれ河原も終わってるからちょっと強くなってるんですよ。そう、チャンネルの回を重ねるごとにわかりました。成長してますから。どの子ですか？ちょっと呼んでください。ももこって聞いてください。ももこちゃん。ももこさん。合気道支部で成熟する所属の阿部桃子です。阿部桃子さんで、この春から大学生になります。大学1女子大生です。ゆきおさん。ガキかよ。話にガキちっちゃいやん。いや、まあそうですね。小柄な合気道女子なんですよ。小柄なんですけど、でも結構パワー。普段厳しい稽古を乗り越えて5歳からやってるんですよ。5歳からやってるんですか？5からやってる。で、俺が投げられる可能性があるんですか？難しいんですけども、頑張ってもらいたいと私の気持ちできるので、ちょっと難しいけど、なんとか合気道の技を使って勝利を大学生。見たい。ちょっと一回やってみます。まずちょっとどんな技を持ってるかちょっと見てもらいたいです。どんな合気道の技を持ってるかちょっと見ていただきたい。技を見せて。ももこちゃん。本当に申し訳ないけど、じゃあ俺もその一応その武道を習って
ね、勉強させていただいてね、申し訳ない、弱かったらもう窓でそれは申し訳ないけども、それははい、お願いします。はい。でまずちょっと技を見ていただきます。表で申し訳ないですけど、まだビビってないです。いや今見ただけだとまだあれですか。やっぱもうやっぱ達人にすぎて、いや強いんでしょうけど、慣れてきちゃってる。慣れてきちゃってます。いやでも動きがやっぱ白川龍二を彷彿させるけど動きになってますよ。本当に。でも申し訳ないけど、掴んじゃえば終わりやろうなと思ってます。またこんなこと言ってました先生。でも合気道って投げるだけじゃない。厳しい稽古乗り越えてきたっていうのは実は受け身シャオリンですから。シャオリンちょっとガチストレッチこんなん言ってますよ。そうなんですよ。ちょっと受け身も見てもらっていいですか。合気道投げるだけじゃなくて受け身も取らないと、日々どういう稽古を乗り越えてきた。わかりました。ちょっと受け身。合気道同士の受け身を見てください。すごい。受け身どうですか。どう？でもだから僕が投げても怪我せえへんなと思いました。おい、投げられるのか？安心しましたね。でも実際女子だと難しいですよね。これだけ体がいやー、そうですね。もう正直現実的には厳しいのかなっていうふうに思いますけど、簡単じゃないですけど、でも今回は頑張ってぜひ投げてもらおうかなと思ってます。はい。これ投げられる可能性あるんですね。それはかなりね、やっぱり清さん強かったんで投げられないので、可能性が。でもゆっくりやろう。最初いやビビってないけど。散々生きてきたけど。いざ一回そのゆっくりやろうなっていう話です。段取りちゃんと。段取り。でも最初見せどんな技いきなりやったら危ないので、どんな技やるかをちゃんと説明します。はい。片手強く使わない手ほどきといって外すだけで難しいんです。でこの返しプラス転換っていう合気道、これで強く使わない相手に外して小手返し、よく受け身取れる人で痛くない腕全体で返すを効果的にやるのは手首小さく返すことが絶対です。そして小さく痛いんですけど、これが一番実際に合気道でやってると大きく全体やるのは優しさがあってなんですけど、痛める効果的に小さくなるべく小さく返すっていうのがあります。ですので手ほどきして小さい動きを大きい人を投げるための小手返し。すごい、身長差もね、やっぱりすごいですよ、これが。異様立ちやめてください。もう一人にはお嬢ちゃんやないか。まあじゃあいいですか。はい。で、池さんが池田使うんで、本気で使うんで。でもほんまゆっくり行こう。張り切ってバッキーはやめてな。お互い。だから先生つくさんでいいよ。一回ちょっとどんなもんか一回やってみて。ゆっくりな。いきなりすぐやめてや。すぐバッキーでなしにな。こうやろ。だからもう俺抑えんでまず本気で。はい。はい。囲碁で小さく返す。そうですね。小さいと。あれ投げられてましたよね今。
これぐらい。早いよ。まだまだちょっと待って。まだまだ。今度うつ伏せに押されてる。はい。投げた後言われてなくてうつ伏せに押されるんだ。本気で押さえるとちょっと青技になる可能性がありますけど大丈夫ですか？はい。こうやろ。はい。でもほら。いやでもちょっと汗で滑っただけです。今のはそうですね。じゃあもう一回ちょっとどんどんやってどんどんやってこれね。あかんわ。あちゃんはもうこれはさ崩されてるのもいいねそれで。何情けないいやじゃあでもそっかやっぱもうパワーじゃないねんもうコテの原理じゃないけどテコの原理なんでテコがそうコテかテコや実際投げた後にこうテコこれうつ伏せにしてた投げて終わりじゃないんですそう投げた後にここまでがセットでずっと合気道はそうですもんねその落ち着か痛めつけないですよね投げた後だんだん詳しくなってきましたね。そうですね詳しくは教えていただいたんで痛めつけないっていうはいワニチャンネルの資本上げまさに女子にぴったりな大きい人に対して線をずらして力の線をずらして投げるあるいは幸男さんがすごい強く押してきたらその力を出して幸男さんがこう押してきたら逆らわないでこういうふうに幸男さんしっかり持ってよこれはでどこを使うので使うの動かんかったら動かさんのほら完璧にもう決まってましたね。あかんわ力入れても無理ですか？いや一回そのフランクさ達人としても女がいい確かに女性に技を受けられることはあんまりないので、はい、お願いします。もうそこまで入られたらやっぱ東郷先生でも無理かそうですね。ちゃんとそこを決められたらっていう、はい。両手で掴んでも実はできる両手で掴んでもいいですいやそれはちょっとこう両手で掴んではいでほんまにごめんカメラ的にまずこれボケじゃなく動かなかったら動かんでいいですかはいそうだってますよはい申し訳ないけどこれはだってはい力逃がしましたね確かにすごい素晴らしい今力逃がされましたね力ってまあやり方的には真ん中に力こう取られたくないで幸男さんだから我慢して真ん中のこの手の回小さくこう返すことで思い切り持ってますけど物理的には思い切り持ってくださいこう入れば力の方向を逃がさないといけないので先生大丈夫今見たよしかも毎回やってくれてますけど俺見れてないからですよねって言われるけど俺見れてないのもうこうなってるから俯瞰してみて実務的で今なんで動かなかったかっていうとここで手首をつかめなかったんですけど、手首つかむのって真ん中が強いのでこういう使い方すると例えば小手があるしこういう使い方で絞るはい真ん中に力をこう集めると、この力には相手抵抗できないんですこうだとできるんですけどこの使い方だから持った時はほんまに動かんかったらだってボールの方が絶対強いからそう拮抗してたよね丁寧にやれば例えばもっと優しく頑張って丁寧にやればここから体の線を外せばなるほどそれでもう一回力の線ごめん俺は力入れてるけどゆっくりこなマジで俺
ごめんごめん、そっちあんま力入れんといてほしい。あかんけどこんね。でこうやろ。そう時間差です。ああ、やっぱダメだね。ダメだね。ダメやな。ちょっともう一回チャレンジしよう。ちょっとな、俺これはだってさ女子やもん。こうやろ。でももうああ、そこもう力じゃないもん。でも体で来られてるからそれを利用されてる感じしますね。禁止じゃないですか。だんだん投げやすくなるかもしれない。これもワインチャンネルとかのワインチャンネルの講座。住み落ちしまった肌でハスを狙って住み落とす。でこれは押し方、肩が上がらない。これも体の伝え方が上がらないように。それですよ。もうここにすごい体重の重さがちゃんと伝わってますもん。でそれを例えば持ってないずっと離す人いるんで小指がつかない。自分が絶対に逃さず落とせる。小指側でここが弱い。利用しながら強い力でも。僕に教えてますけど、俺クラウドなんですよ。ずっと小指を。まあ節技のね。でもまあ俺ちょっと申し訳ない。ちゃんと今見たからもういける。はい、よっしゃ、はい。どこ持ってんの？ここ。お、そう、フットワークで2。顔面なくなってきた。今当て身ね。当て身もありです。そうなるそうです。いいね、いいね。力の線が複雑なところで転換っていうのを使ったんで、円で逃がしたんです。今行かなかったけど、彼女はその逆方向に崩してそうさばいた。やられちゃう。あ、俺が有利やったわけで振り回してたわけじゃないの。僕は作戦っていう。あ、だから作戦っていうか行かなかったから別の方向に力の流れを変えて、僕の力持ってるで本来自分がやりたかった技に行くだ。こうゆっくりやると回数的にはこう力が詰まってしまったので、こう逃がして、ああ、それをかけて、今のはちゃうやろ。今自分が外に出しました。今のは合気道で詰まってたんですよね。こう逃がして、ああ、それをかけて、今のはちゃうやろ。今のはちゃうやろ。今自分が外に出しました。今のは合気道じゃないっしょ、今の普通に我慢されないのにポイントがあって、実はいつかないと瞬間でガーッてかければ絶対こう、さっきのショートに出るいつかないで瞬間反応する前に瞬間の話なんです。なるほど。ずっと俺だけ畳の音せえへんな。吸収してないでしょうね。ブシって言ってるだけバシンってないもんな、俺だけ。瞬間の崩しでほら掴んでやってみてよ。その瞬間逆だ。ここね。お姉ちゃん、ズボや。ああ、肩を違う確かに下に落とすことする瞬間に反対も反対も。頑張れ。外国人みんな初めて。よしよしよし。2年ぶりにこんな笑いとった。いいじゃん、気持ちいい。気持ちいい、本職で喋りじゃなくてだけど、はい、どっちがいい？どっち？こっちにする。おお、出かけしようや。出かけよう。ああ、そっか。瞬間的やから。瞬間的だから我慢できない。そうよね。あっこからゆっくりこう段階的にやったらもう対応されちゃいますからね。瞬間の手が離れたらすぐ当てます。はいはい。先生、これはちゃうって。手が離れたら当てます。実際になるほど。掴んでるから当て身が食らないだけで、掴みが外れたらすぐ当てる。でこれ女子の女の子のでもね、そんなに細い女の子でも俺がこうなるとは。それはやっぱ合理的な体さばき。はい。ありがとうございます。です。そのシチュエーションはちょっと、おい。
次は裏の形を説明します。上に上げる、後ろにこう回す動きを使って平均これ入ってきます。この空視が上がります。でこの動き使って引いて